どうもこんにちは。先日工房の建築を始めますと、そして今後の予定こんな感じでやっていきますみたいな動画をアップしたんですが、今回はこの小屋の中今どんな感じか紹介します。というのもですね、もう八ヶ岳にずっと住んで工房建築やっていくので、靴作りもこっちでやります。基本的に日中は工房建築の作業をやって、夜暗くなってから靴作りの作業を進めていこうと思ってるんですけど、この小屋では今までほとんど靴作りをしてません。なぜならもともとこの小屋を作った時、最初ね靴作りできるかなと思ってたんですよ。でも作ってみて、そして使ってみて分かったんですけど、意外とね結構狭くて、実際小さい声なんで狭いんですけど、メインは木工作業場として使ってます。虫でシューツリーはここで基本的には作ってます。そして他にも森の DIY だったり、何かしらやるとき削る作業の多い時とかは靴も作ったりするんですけど、そういった木工作業場として使ってて、そういったね DIY の道具もかなりたくさんあって、結構手狭です。もうこっちに住み込んでというかほぼ移住して工房建築するので、この小屋の中に靴作りの道具をねたくさん持ってきました。工房ができるまでの暫定工房として小屋に靴作りスペースを作ったので、そこどんな感じかちょっと紹介したいと思います。ここが靴作り作業スペースです。この一角をね道具をちょっと置いてます。他の部分は今までと何も変わってないです。小屋はこんな感じで DIY の道具がいっぱい並んでて、結構ぐちゃぐちゃしてるんですけど、こんな感じですね。で工房建設にあたってこの辺の道具はバンバン使いますし、この作業テーブルも DIY として使うと思うんで、こっちのスペースはしっかり確保しつつ、ちっちゃく靴作りをここでやっていきます。なかなかいい感じで森が見えてて、この窓際とかいろいろ置いてるんですけど、雑多で適当なんですけど、なんとなくこの森の風景が奥にあるだけでなんかおしゃれな感じがしてくる。さっきはちょっと木型作りをやってました。てか途中です。でここ引き出しがあるのでちょっと紹介しようかな。ちなみに靴作りはね、明るさっていうのが本当に大事で、暗いとイライラするんですよね。全然見えなくて、手でこの作業してる場所を隠して影になっちゃったりとかして、なのでこのライト、そして普段撮影に使ってるライトなんですけど、これも使って明るさ確保してます。この引き出しはもうほんとこの中も雑多です。ここはコテがいっぱいあります。壁にたくさん飾るようにかけてたんですけど、あんまりそういうスペースがないので、とりあえずこの感じで引き出しに入れてます。これね、工房できたらこの工具を本当に見せるような感じで飾りたいじゃない、しまいたいですね。でここも道具ですね。針とかヤスリとかで、こっちが道具で、こっちが材料ですね。なんか釘とかマスキングテープとか釘とか、これウェルトとか糸とか、これはウェルトとかサキシンとかヒールゴムとかですね。もう本当はもっと整理したいんですけど、しょうがない、場所がないので。これはあっちでも使ってた、なんか中古で買った靴職人さんの引退セットみたいなやつで、この下もぐちゃぐちゃです。とりあえずなんか入れてます。で上が包丁、実際こんなにたくさんあるんですけど、使うのはこの中の 3,4 本なんですけどね。こんな感じでやってます。このよく使うハンマーとかワニとかコクリボとか上に置いてます。でこの窓際にはよく使うコテとウィールですね。このコテよく使うので、これとか、あとこれウィールです。そんな感じですね。ローだったり固め入れとか染料とか、ここの段ボールの中には木型が入ってます。まだ寒いので朝は薪ストーブつけますね。この薪ストーブをそのまま工房に持っていきたいなと思ってます。この薪ストーブかっこいいくて、そしてすごく温まるんですけど、逆にこの小屋にはオーバーなんですよね。オーバースペックすごいね強力で、
40平米から70平米ぐらい温められるんですよ。この小屋っていうのは15とか平米ぐらいしかないので、すぐ温まってそのままつけっぱなしにすると暑くてしょうがないんですよ。だから薪入れて燃えて、で鎮火して終わりみたいな、それで1日持つみたいなね感じなんですよね。だからこれは工房に移して、ここにはまたもうちょっとちっちゃいの入れたいななんて思ってます。というわけで暫定工房紹介でした。ここではね、今僕一人ですけど2人で作業をしたいので、ちょっとさすがに狭いですけどね、仲良くやっていきたいと思います。またその辺の増える人についてはね、動画でアップします。それではまた。